こんにちは、石川のまいです。今日はお友達がお家に遊びに来てくれるので、ちょっとしたホームパーティーの支度をします。ワインと合う食材を見つけに今から買い出しに行こうと思います。お気に入りのパティスリーに着きました。まるでジュエリーショップのようにケーキやパンが飾られていて、店内もとても素敵なお店です。今食べたい。Excuse me. I have the full cheese and mushroom fish. Can I have the Canada? Yeah. 今回はマイアムのワインに合わせてキッシュとデザートを購入しました。この日は朝から何も食べていなかったので、グラブタクシーを待っている間に思わずサンドイッチを食べちゃいました。今から帰宅します。帰宅しました。今からお友達が来るまでにテーブルセッティングをしていきます。お花を飾ったり、いつもとは少し違うテーブルセッティングをするだけでも特別感があります。この日はホワイトのバラに合わせてコーディネートをしてみました。ありがとうございます。いただきありがとうございます。嬉しい。そう、いろいろとワインもあるし、楽しんでほしいなと思ってて、マイアムのワインとなんかそれに合うこうちょっとパン屋さんとかで買えるものを買ってきました。そう、ロゼと、ボルドーの白ワインと、あとボルドーのソーテルヌっていう甘口のワイン3つ、ちょっと何がいいかなみたいな感じで。マッシュルームのキッシュなので、ボルドーの白がいいかなと思って、ボルドーのソービニョンブランとセミオンが配合されたワインなんですけど、木だるで熟成されてるので、なんかソービニョンブランなんだけど、すごいすっきり爽やかっていうよりは、なんか奥深いしっかりとした白ワインなんですね。なのでこういうパイとかキッシュとかに相性がいいかなと思って、ちょうど2人で50ミリずつでこれくらいあるので、ちょっとずつ飲むのにもいいですよね。確かに木だるっぽい香りですよね。なんかちょっと蜜っぽい感じもあるし、なんかこの多分前回ご紹介したソービニョンブラントとか全然違う味わい。同じソービニョンブランのブドウ品種なんですけど、やっぱ作り方と場所が違うので全然変わってくる。これはもうちょっとその木だるの感じとか結構しっかり13ヶ月とか15ヶ月とか熟成してるワインなので、なんかすごいクラシックな味ですね。ちょっと冷えすぎちゃってるかもしれない。これ温度上がってくるとまた味が変わるので、今冷蔵庫出したてになっちゃってたんですけど、本当はもう少し温度上げた方がいいかもです。
美味しいですよね。美味しいです。そう、こういう感じのちょっとなんかクラシックな味っていうのかな。ここはなんかワイナリーさん行ったことあるんですけど、はい、すごいなんかご家族で経営されてて、もう代々おじいさん、お父さん、息子さん全員あったんですけど、そうすごいなんだろう、もうワイナリー自体もそんなに大きくなくて家族経営されてて、ほんと一つずつ丁寧に作られてるっていう感じ。それとマッシュルーム、こういうキッシュとかにすごく相性がいいので、ぜひ食べてみてください。美味しい。で、本当だったら実はサーモンのキッシュ買いたかったんですよ。でもサーモンのキッシュお店なかったのでマッシュルームにしたんですけど、もちろんすごいこれでも美味しい。美味しいです。けどもう超ベストペアリングを探すってなったらサーモンのキッシュがいいかもです。美味しいですよね。この白ワイン本当に美味しくって、でこのワインはもう本当にボルドーの白を選ぶときにいろいろ見て、いろいろテイスティングしてこれにしたんですね。でも結構ずっとお付き合いしてるワイナリーさんで、プティボヌール、マイアムの一番人気のプティボヌールにも入ってる。なのでプティボヌールの赤白を買った方はこれも入ってるので、プティボヌールと本当にサーモンのキッシュと、あと赤がブルゴーニュのピノノワール入れてるので、サーモンのキッシュとこの白を合わせて、ブルゴーニュの赤ワインの方は、チキンとかがいいかもしれないです。ランチだとしたらサーモンのキッシュを食べて、その後に別でチキンも焼くとかがいいかもですね。あとはサーモンのキッシュ食べて、そのブルゴーニュのピノの方はいちごのタルトとかで合わせてもいいです。なんか今まで飲んだことのある白ワインの中で私一番好きかもしれないです。よかったです。本当美味しいですよね。もうなんか一口一口幸せな気持ちになる。なります。なんかマイアムのワイン初めて飲んだんですけど、マイアムワイン。めっちゃほんまに美味しいワインがあるんだっていうのが、すごい新しい世界が広がった感じがします。だからマイアムは美味しいワインしか詰めてないので、一杯で美味しいワインを飲むっていうのがやっぱコンセプトなので、味には自信があります。はい、じゃあデザートです。はい、デザートは、バスクチーズケーキとカヌレを選びました。でこれ両方とももう絶対合わせたいなって思ってるのがボルドーのソーテルヌです。でソーテルヌはボルドーの寄付ワインって言われる甘口のデザートワインなんですけど、マイアムではソーテルヌ2種類扱ってて、これとシャトーギローと2つあります。でシャトーギローの方はもうちょっと濃厚で、ブルーチーズ、ロックホールブルーチーズとかにももう鉄板の組み合わせみたいな感じなので、今日はお昼間っていうことなのと、デザートなのでこっちの方が合うかなと思ってこれにしました。飲んでみてほしい。どうですか、香り。これもまた違った香り。もうかりんとか蜂蜜ですよね、まさに。確かに蜂蜜っぽい香りが。もう甘口ワインで、もう本当香りからも味わいが想像できるぐらい幸せな香りなんですけど。美味しい。美味しいですよね。そう、蜂蜜とかかりんとかもなんかすごいい
いろんななんか風味というか、うん口に入った瞬間からこう、広がる感じが。でこの甘口ワインなんだけど、この甘口のデザートに合わせるのもすごく実は美味しくて、でこのカヌレ試してほしいんですけど、ぜひ。はい。めっちゃ合います。何これ、美味しい。美味しいですね。美味しい。なんか甘いの組み合わせだったら合うのかなとか思ったんですけど。カヌレってボルドーの郷土料理なんですよ。郷土菓子。ボルドーで昔そのワインを作るときに卵白をめちゃくちゃ使ってたんですね。成長っていう過程があって、ワインを作る過程で。でその卵白をたくさん使うから卵黄が余っていた。何かに使えないかっていうので作られたのがカヌレなんですよ。だからボルドーでカヌレってすごい、ボルドー行くとどこでもカヌレ出てくるくらい有名なんですけど、だからもう絶対なんです。ボルドーのソーテルヌとカヌレの組み合わせっていうのはもう本当にそうテロワールもぴったりだし、もう味もぴったりだし、本当に美味しいです。なんかそういう知識があるだけで、なんかより美味しく感じます。なんか気分はパリジェンヌって感じ。昼間に爽やかに楽しむんだったら、このペルルダルシュっていうのがおすすめです。なんか3時のおやつの時間にこうやって合わせて飲むか。本当にお友達が来る時とかは、このカヌレとこのソーテルヌとかだけでも用意してたら感動ですよね。あとプレゼントにもこのカヌレとソーテルヌをセットでプレゼントするのもおすすめです。これもらったらめっちゃ嬉しいですね。ですよね。はい、あとこのバスクチーズケーキと、ソーテルヌも本当に美味しいです。そう。どうやってこのペアリングとか学んでいったんですか？でもペアリングはやっぱりコツがあって、私も最初はたくさん教えてもらいながら、こういう体験を積み重ねていって、あれとあれ合うなとか、楽しかったな、美味しかったなっていうのが自分の記録になっているっていうのももちろんあるし、あとだんだんと分かってくると、例えばこういう蜂蜜の香りがもうあるじゃないですか。カリンとか蜂蜜とか、こうなんかちょっと黄色いフルーツみたいな感じですよね、これって。だからこういうものだったらこの香りに合いそうなものが合うと思うんですよ。だから蜂蜜なので、蜂蜜をかけて美味しいものが合うって考えると、例えばブルーチーズって蜂蜜かけて食べたりしますよね。だからブルーチーズにも合うし、カヌレとかもこれ蜂蜜かけたら美味しいじゃないですか。合うし、チーズケーキも蜂蜜かけたら美味しいし、みたいな感じで、蜂蜜かけたら美味しいものって考えるみたいな。そのワインの香りをとか味わいを考えて、それをかけたら美味しいものみたいな発想もペアリングを考える一つの要素かなって。ワインを飲みながらまったりと過ごした午後でした。お友達からもっとワインが好きになったと喜んでもらえて嬉しかったです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。